あの日、広島で起きたことを覚えていてほしいのです。子供たち、全世界の人々に。あの日は地球上のどこであっても二度と繰り返されてはならない出来事のあった日だからです。あの日、1945年8月6日、恐ろしい光が広島の空を貫いた日のことです。下原隆さん、1930年5月18日生まれ、収録時66歳。爆心地からおよそ 1.5 キロ離れた西区西観音町で被爆しました。当時15歳でした。被爆体験を伝え、広島の代弁者として各国を訪れているという下原さんですが、被爆体験を話すことができるようになったのは被爆後30年が過ぎてからだそうです。生まれた土地で教師として生きてこられた下原さん、あの日の事実を教え子に話して聞かせることは決して容易ではなかったことでしょう。被爆した時はちょうど中学校の3年だったんです。でこれは友達と一緒におりまして、で私は玄関の中におって、友達がちょうど暑いから外でちょうど日陰になったんですが、そこで待っとったんです。そしたら急に友達が大きな声をするんで、そちらを振り向いたらですね、空を指さしながら B29 が落下傘を言うたんだろう、最後のことはわからないんですが、その言うた瞬間にものすごい光がしまして、でその光った時にはあっと思っただけなんですが、次の瞬間に、これはどういう歌言うんですが、私は家で避けろとだと思います。バリバリ言うと同時に目の前が真っ暗くなって、その暗い中でもですね、天井がふわっと落ちる感じがしたんですよ。その時パッと思い出したのが友達なんですよ。友達は少し離れております。で自分のところは爆弾が落ちと思うとんで、友達を呼んでですね、見てもらおう思うて、おいを思うたら口の中に物がいっぱい入って声が出ないんですよ。で物が入ったら吐き出しゃいいんですから、口の中のもの吐き出したつもりなんですがね、そうしましたら口の上の肉がこっちの端ついたまんまですね、ここの端にぶら下がって出てきたわけですね。で口の中切っとるかと、邪魔になりますがちぎってしてやりませんので、右手でつまんでですね、口の中にその肉をこう入れた時に手が入ったんですよ、口の中へ。スッと入ったわけです。で頭に次に浮かんだのはですね、口が裂けとるかと。で肉を入れてですね、探ってみたらここは開いとったと思います。指が入りました。思いっきり入れてみたら硬いもんがあったんで、これは骨が大丈夫やと。で怪我が分かったんとですね、骨が大丈夫が分かったんで、これは医者に行ったら助かるだろうと。その瞬間にも友達は忘れたんですよね。でちょうど学徒動員で三菱重工を入れておりましたので、私の原爆のあった頃は西観音町なんですが、その真南が工場なんですね。そこへ行ったら病院があるのも知っておりますから、で見回したら南が明るいし、そちらに逃げたんです。はっきりしないんですね。これ三木橋の今日も話しておったらこっち側じゃろういうことになったんですが、たくさんの人が逃げてきて死んでおりました。これはなんか下へ焼くところにしとったようです。それで歩いておったらですね、女の人が上半身はもちろん何も着てないんですよ。ほとんど着てないんですわね。仰向けで死んどったんです。その隣にね、赤ちゃんが生きとったんですよ。でよく見ると赤ちゃんはやけどしてないんですよ。女の人も前やけどしてないんですよ。それ死んどるでしょ。不思議に思って覗き込んだら、背中が黒かったから後ろから原爆にあったんだろうと思います。黒かったんですがね、だったら普通は逃げんのんですよ。ところが赤ちゃんが自分の影になったんだろう思うんですがね、だからそれを助けるためにここの火事のないところまで逃げてきて、
そのお母さんは死んで、しかもこれ実は当日ね、見た人に、今死んでおられますがね、女の人に聞いたら、這うようにして赤ちゃんを連れてきて、で、赤ちゃんの中から乳を飲ましたんです。その途中で、そのお母さんは倒れたんですが、倒れ方がですね、仰向けに倒れたそうです。これはやけどに物が当たったら痛いですよ。死ぬより辛いだろう思うんです。ところが、ちょっと息がある間でもですね、赤ちゃんに乳を飲ませたいんで、多分仰向けに倒れたんだろうと言われたんですが、ものすごく印象に残っておりますね。です髪の毛が抜けました。その時に何でだろうか言ったんですよ。ところが今度はバラバラですが、歯茎や鼻から血が出始めて、最後には体中に反手を出してみんな死んでいったわけですね。で、3人目で死んだ時にも自分の番に思いよったんですよ。ところが4決断経っても自分は生きとるでしょ。あとは死んどるわけです。で、もうそうなって死ぬもんじゃ思うとりますから、医者にですね、先生、あしはどうせああなって死ぬんやと。死ぬんならもう手術したらしんどいし、いいよ相手、断ったんですよ。そうしたら医者もですね、それももっともじゃのを置いたんですね。その医者も私はもう死ぬもんってしとったようです。友達と一緒に関東の方に帰ってですね、3人で広島駅から乗ったんですよ。汽車に乗って。その時は吸い取ったんです。前が1人空いておりました。で、岡山駅でたくさん乗ってきてですね、私の前にも1人30代の男の人に思います。座ったらすぐ私の顔を見るんですよ。じろじろ見ておったが、あなたなんで怪我したんですかと。で、これ原爆ですよと。言うた途端にですね、顔色を変えて、あんた向こうへ行けんです。で、なんで言ったらですね、あなたの体汚いんだと。映るわと。それは放射能を出すという思っとったんでしょうね。これはものすごいショックだったんですね。私はいつも思うのは、化学兵器は国際法違反でしょう。人道上違反。核兵器は核兵器の方がまだ悪いでしょう。赤ちゃんから年寄りまで全てのものを殺すし、それからその時助かっても放射能の影響でものすごく辛い目に遭いますね。これはですから世界いろんなところへ行かせてもらうんですが、カザフ共和国に来てもですね、チェルノブイリも3回ぐらい行きましたが、放射能を浴びたものはものすごく苦しんどるでしょう。ですから絶対に許されんもんですが、まだまだそれをですね、世界中の人声を上げるのが少ないからあるんで、今後の私は生涯が生きとる間はなくならない思いますが、それをですね、引き継いでほしい。下原隆さんの証言でした。